府が AI 企業の株を持って儲けを国民に返すかもって話、かなり攻めてるのだ。国が企業の持ち分を抑えるなんて随分踏み込んだわね。しかも AI って最近の主役じゃん。最初の話題、かなり気になるよね。アメリカのトランプ大統領が AI 産業の利益の一部を国民に還元する構想があるって話したのだ。利益を返すって単なるスローガンじゃなくて株式を取る話なのね。国が出資者みたいになる感じじゃん。普通の政策よりかなり珍しいよね。しかもレアアース企業やインテルの株ももうストックしてるのだ。レアアースは半導体の材料にも関わるし AI とつながって見えるわね。インテルまで入ってくると結構本気度ある感じするじゃん。来週には大手 AI 企業のトップをホワイトハウスに集める考えも出てるのだ。いきなり全員集合みたいで強いわ。説明会というより交渉の空気ね。教室で急に成績上位だけ呼ばれるやつみたいじゃん。ちょっと緊張するやつ。国民が AI の成功の恩恵を受けられれば支持も広がるって考えなのだ。でも企業の利益に国がどこまで入るのかは気になるわね。みんななら国が株を持つのってありって思う？あーしはうまく回るなら面白い発想だと思うよ。僕は AI の実りが国民に届くなら夢はあると思うのだ。ただ国がどこまで口を出すかで印象が変わるわ。そこは要注意ね。応援と干渉の線、そこ超えると一気にややこしくなるじゃん。異例の株取得が続いてるから AI でも同じ流れになるのか注目なのだ。次は将棋の世界でちょっと揉めた話に行くのだ。編入試験の制度ね。名前からしてややこしい匂いがするわ。ルールの話って地味に一番熱くなるじゃん。日本将棋連盟の総会で編入試験の受験資格を通算3回得た人にプロになる権利を与える案が出たのだ。編入試験は普通の昇級とは別にプロ棋士へ進む道のことね。要するに別ルートの合格戦みたいなものじゃん。でも採決では反対が多くて案は否決されたのだ。制度を広げるより今の形を守りたい人が多かったのかしら。何回も挑戦したい人にはかなり厳しく見えるよね。脇専務理事は3回目でも突破してほしいって意見が多かったと言っていたのだ。結果を出しているなら試す回数ばかり増えるのは確かに重たいわね。学校で点数いいのに同じテストを何度も受けさせられる感じじゃん。清水会長は何度も受けさせる必要があるのかって議論があったと話していたのだ。女流棋士は将棋界で女性の棋士たちを指す言い方ね。福間かな女流五冠は2回、西山友慶女流三冠は1回、資格を得て挑んだのに不合格だったよね。挑戦の壁が見えるからこそ制度の線引きが難しいのだ。勝負の強さと制度の公平さは同じじゃないものね。これ棋士側の納得感と挑戦する側の納得感、どっちを優先するかの話でもあるじゃん。今後は女流棋士に合わせた規定を考えるべき科目課題になりそうなのだ。この話、制度の線引きがほんと難しいわね。じゃあ次は市場が一気に冷えた話なのだ。 AI の熱が株まで動かしたのか、そこ見えるよね。5日のニューヨーク市場でナスダック株価指数が 4% を超えて下がったのだ。1100ポイント余り下がって25,709.43 まで落ちたのね。かなりの急降下だわ。ナスダックはハイテク株が多い指数だから AI や半導体の空気が直撃しやすいじゃん。半導体関連の売りが広がった上に AI の過熱感も意識されたのだ。さっきの AI の話が今度は株では逆風になった形ね。期待が大きいほどちょっとした不安で揺れやすいよね。それに雇用統計で就業者の伸びが市場予想を大きく上回ったのも利上げ観測につながったのだ。 FRB はアメリカの中央銀行みたいな役目で金利を動かすと市場がざわつくわ。金利が上がるかもってなると株って急に慎重モードになるじゃん。去年4月以来の下落率があったから投資家の気持ちもかなり冷えたはずなのだ。ダウ平均も695ドル15セント安で5866ドル78セントだったのね。数字だけ見ると見出しの勢いがそのまま吹き飛んだ感じするよね。
AI の期待とリアゲーの警戒がぶつかった結果なのだ。これ、個別企業の話というより、全体の空気が一気に変わったのが厄介ね。みんなもニュースで期待先行の時ほど反動が怖いって思うじゃん。アンシもそこは見ちゃうよ。市場は暑い日もあるけど、冷える日はほんと早いのだ。じゃあ将棋の流れに合わせて囲碁の小ネタいくじゃん。囲碁って石を置いて陣地を広げるゲームなのだ。白黒の石を交互に置いて自分の領域の広さを競うよね。しかも、発祥は中国と考えられていて、2000年以上前から親しまれてきたのね。日本でも平安時代から広まって今はネットで打つ人も多いじゃん。石って置いたら動かせないのだ。基本は動かせないし全周を囲まれたら取られる感じだから、ダメ、布石、定石みたいな言葉も囲碁から日常に入ってるよね。言葉も残るなんて、なかなか粋な広がり方だわね。古いのに今も遊ばれてるのがすごいのだ。 AI の国営っぽい話から将棋の精度、株の急落まで今日は流れが激しかったのだ。概要欄にリンクもあるから気になったとこだけでも見てみてね。今日は結構濃かったけれど、意外と一本の線で繋がっていたわね。また次回も一緒に追いかけるのだ。